皆さん、こんにちは。ミサです。今日は、ビーチに来てます。とてもいい天気です。でも、風が強いです。今日は、日本の学校生活について話します。皆さん一緒に日本語の勉強をしましょう。皆さんは日本の学校に興味がありますか？アニメやドラマで日本の学校を見たことがある人もいるかもしれません。今日は私の学校生活について話したいと思います。日本では小学校に6年間行きます。中学校は3年間です。高校も3年間です。そして大学は4年間です。人によっては専門学校に行く人もいます。今日は小学校、中学校、高校、大学の思い出について話したいと思います。まずは小学校の思い出です。私は毎日ランドセルを背負って学校に行きました。ランドセルとは日本の小学生が使うカバンのことです。私は赤いランドセルを使っていました。今は黒や赤だけではなく、青や紫やピンクなどいろいろな色があります。皆さんの国にもランドセルのようなものはありますか？私は毎日歩いて学校に行きました。兄も同じ小学校だったので一緒に行きました。近所に住んでいる子供たちも一緒に行きました。学校までは10分くらいでした。朝はみんなで話しながら歩いていました。今考えるととても楽しい時間でした。私は勉強があまり得意ではありませんでした。特に算数が苦手でした。小学校1年生の時、先生が母に連絡をしたことがあります。算数が少し苦手なので、家でも勉強してくださいと言われました。それから母と一緒に勉強しました。母はいつも優しく教えてくれました。今でもその先生の顔は覚えています。名前も覚えています。とても優しい先生でした。笑顔が素敵な先生でした。私は友達と遊ぶよりも家で過ごす方が好きでした。学校が終わると家に帰りました。そしてテレビを見ました。ドラマを見るのが好きでした。家でゆっくりする時間が好きでした。皆さんは子供の頃何をして遊びましたか？小学校には給食があります。給食は学校で食べる昼ご飯です。私は毎日給食を食べていました。給食の時間が好きでした。給食にはご飯の日もありました。パンの日もありました。
私はパンがあまり好きではありませんでした。だからご飯の日の方が嬉しかったです。給食にはおかずとスープもありました。飲み物は牛乳でした。毎日牛乳を飲みました。私はカレーライスが大好きでした。給食のカレーの日は本当に嬉しかったです。人気のメニューでした。日本では生徒が給食の準備をします。当番の人がご飯やおかずを配ります。みんな順番に並びます。そして給食を受け取ります。今考えると面白いシステムですね。運動会もありました。運動会はスポーツイベントです。毎年1回あります。家族も見に来ます。私は運動会が好きでした。走る競技もありました。ダンスもありました。私は小学校6年生の時、みんなの前でダンスのお手本をしました。あまり緊張しませんでした。楽しく踊ることができました。運動会の一番の楽しみはお昼ご飯でした。家族と一緒に食べます。母は毎回おにぎりを作ってくれました。唐揚げも作ってくれました。私はおにぎりも唐揚げも大好きです。とても美味しかったです。今でもその味を覚えています。修学旅行にも行きました。私は日光へ行きました。友達と一緒にバスに乗りました。とても楽しかったです。お寺や神社も見ました。猿もたくさんいました。友達と一緒に写真を撮りました。いい思い出です。クラブ活動もありました。私は1年間テニスをしました。あまり上手ではありませんでした。でも楽しかったです。その後は放送部に入りました。2年間活動しました。お昼の時間に音楽を流しました。校内放送もしました。マイクを使って話すのは少し緊張しました。でもだんだん慣れました。日本の学校では掃除もします。生徒たちが自分で掃除をします。教室や廊下を掃除します。ほうきや雑巾を使います。毎日掃除をします。
外国の人は驚くことが多いですね。小学校には制服がありませんでした。私服でした。毎日何を着るか考えるのが大変でした。次は中学校と高校について話します。私は中学校と高校が一緒の女子校に通いました。6年間同じ学校でした。制服がありました。セーラー服でした。私はその制服が好きでした。中学校で初めてできた友達は今でも仲がいいです。長い付き合いですね。私はダンス部に入りました。3年間ダンスをしました。とても楽しかったです。でも大変なこともありました。夏には合宿がありました。3日間学校に泊まりました。朝から夜までダンスの練習をしました。夜7時頃まで練習した日もありました。疲れて泣いたこともあります。本当に大変でした。でも友達と一緒だったので頑張ることができました。今ではいい思い出です。中学3年生の時にはドイツへ行きました。ホームステイをしました。とても緊張しました。ホストファミリーはとても優しかったです。英語を使って話しました。その時はまだ英語が上手ではありませんでした。電子辞書を使いながら話しました。少し大変でしたが、とてもいい経験でした。その経験があったので、もっと英語を勉強したいと思いました。高校生になると、英語が好きになりました。英語の授業は楽しかったです。テストの点も良かったです。英語を勉強する時間が好きでした。でも、数学や理科はあまり好きではありませんでした。皆さんは、どの教科が好きでしたか？高校2年生の時には、京都と奈良へ修学旅行に行きました。仲のいい友達と同じグループになりました。大仏を見ました。とても大きかったです。奈良では鹿も見ました。鹿がたくさん見ました。鹿は可愛かったです。友達とたくさん写真を撮りました。とても楽しい旅行でした。高校生活では勉強もしましたが、友達との時間が一番の思い出です。休み時間に話したり、一緒に帰ったりしました。文化祭や体育祭もありました。たくさん笑いました。
本当に楽しい6年間でした。そして大学へ進学しました。大学は4年間通いました。私は英語系の学科に入りました。英語が好きだったからです。大学では異文化コミュニケーションについて勉強しました。いろいろな国の文化について学びました。とても面白かったです。私は大学に1時間半かけて通いました。毎日の通学は大変でした。朝早く起きなければいけませんでした。でも無事に卒業することができました。大学生活もたくさんの思い出があります。学校生活を振り返ると本当にたくさんの思い出があります。楽しいこともありました。大変なこともありました。でも、そのすべてが今の私につながっています。学校で出会った友達は今でも大切な友達です。先生たちにも感謝しています。皆さんの学校生活はどうでしたか？楽しかった思い出はありますか？ぜひコメントで教えてください。今日は私の学校生活について話しました。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。